ボイストレーナーのつるさんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回の動画はですね、A グループアカンレコーディングミュージックビデオ、こちらを見て歌声分析をしていきたいと思います。つるさんのボーカルルーム。さあ A グループのファンの皆様、いつもコメント、そしてリクエストありがとうございます。今回はね、たくさんいただいたリクエストの中からアカン、こちらを選ばさせていただきました。そして今回のこの動画でですね、 A グループの歌声分析動画も4本目になりますね。1本目の方向、2本目の A ビギニング、そして先日公開したプライド。短期間で A グループの歌声分析動画を公開できているのは皆さんのおかげだと思っております。本当にありがとうございます。そして先日コメントでですね、オープニングトークでもう歌声分析をしてるっていう風に言ってるんだったら初見じゃないんじゃないかみたいなコメントがあったので説明しますと、オープニングトークはですね、歌声分析動画のあらすじを紹介したくて、あえて歌声分析撮影後に撮影してます。本編の歌声分析ではおさらいをしてから演技をして初見のリアクションをしてるわけではないので、その辺は理解していただけたらなというふうに思います。今後言いがかりをつけるようなコメントは積極的に非表示あるいは削除していくのでご了承ください。さあそういうことでですね、歌声分析したんですけれども、いやA グループはオールマイティ集団ですか？ここのパートではこういう声を表現していたのに、こっちになるとこういう表現に変わっているなんていうポイントがですね、何箇所もあって、もう終始ね、すごいなと思ってテンションが爆上がりでした。そういった感じでですね、どこよりも丁寧に、そして細かくをテーマに歌声分析しておりますので、ぜひ動画の最後までお付き合いよろしくお願いします。つるさんのボーカルルーム、こちらのチャンネルは私つるさんが現在気になっているアーティストの魅力をボイストレーナー目線で伝えるリアクション動画と歌声分析動画をメインで公開しているチャンネルです。今の話を聞いて気になった方はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは早速 A グループアカン歌声分析 GO！ かっこいいですね。リチャードさん。僕が聞いた3曲のリチャードさんの歌い方は結構激しい感じの歌声だったので、そういう歌のスタイルなのかなと思ったんですけど、めちゃくちゃソフトな感じで、違う意味でまたかっこいいですよね。で、このリチャードさんの歌声はですね、胸の響き、胸腔共鳴と鼻の響き、鼻腔共鳴、この2つが中心の歌声となっています。胸の響きはですね、主に声の太さだったり、声の音圧、この辺をコントロールするポイントで、鼻の鼻腔共鳴はですね、主に声の音色をコントロールするポイントです。胸で男らしいかっこいい声質を作って、鼻で優しく甘い雰囲気を作ってる。素晴らしいですね。もう一回聞いてみましょう。で、全体的に息の音が混ざっているウィスパーボイス。このテクニックも使っていますね。先ほど言った優しい雰囲気に花を添えるような形で使っているかと思います。あとはですね、ところどころ音を短く切るテクニック、スタッカート。これを使って躍動感を作り出しています。ものすごくいろんなテクニックを使って歌ってるんですね。次いきますよ。いいですね。低音もね、すごく綺麗に歌声を作り出してますよね。で、ここの低音部分の声の出し方はですね、ちょっとだけ鼻の鼻腔共鳴の音色を増やしてるんですよね。で、低い声っていうのは、どうしてもやっぱり声がもわっとなりやすいんですよ。こもっちゃうっていうか。でも、低音部分で鼻の響きをプラスすることによって、そのもわっとした響きが軽くなって声がはっきりと聞こえてくるんですよね。もう一回聞いてみましょう。素晴らしいですね。次いきますよ。いやー、甘い歌声ですね。佐野さんの声はですね、鼻の中の鼻腔共鳴、こちらが中心の歌声です。この声の甘さも鼻で作り出してるんだと思います。
で、一番高いところが一番優しい声で歌ってるっていうところが僕はすごいなっていうふうに思っていて、やっぱり高い音域っていうのはどうしても声にパワー感が乗りやすい部分なんですけど、そこをあえてね、優しく歌うっていう佐野さんの凄さ。もう一回聞いてみましょう。ヒッピーとかも、こう、後ろに弾いたような感じで声を出してるんですよね。声を出すイメージを後ろ側にすると柔らかい声になります。で、前側にすると強い声になるんですけど、その声の性質をね、うまく使ってる佐野さん、素晴らしいですね。次いきますよ。最後のあかんわー、ここの声。ここがですね、先ほどの鼻中心の声から口の口腔共鳴中心の声に変わってるんですよね。口の中の声っていうのは言葉一つ一つをクリアに聞かせたり、あとは口の大きさによっては声量のコントロールをする。そんな感じなんですけど、この一瞬にして声の響きを変えるテクニック素晴らしすぎますね。もう一回聞いてみましょう。かっこいい。いやー、最高ですね。次いきますよ。いや、末澤さんの歌声でしたね。こう、耳元で囁くような感じで歌ってんのかな。声量もかなり抑えめで歌ってると思います。で、声の響きのバランスとしては、鼻の鼻腔共鳴、こちらが中心になってますね。で、歌い出しの最初にこの、この音が入ってるエッジボイスを使ってます。あの頃の自分と何が変わったの？こんな感じかな、僕がやると。もう一回聞いてみましょう。最高ですね。もうみんなうまい。この後誰が来るんだろう。楽しみですね。次いきますよ。うわ、いい。ごめんなさい。一回止めますね。今、高いところの音聞きましたか？急に音がパーンと跳ね上がったように音域が上がったんですけど、それなのに声が全く変わってないんですよね。声っていうのは高い音域になればなるほど細くなって、低い音域になればなるほど太くなるっていう性質があるんですけど、小島さんの今の歌声は先ほども言ったように高い音でも声の太さが変わってないんですよね。これどうやって出してるかっていうと、高くなればなるほど胸の響き、胸腔共鳴を増やすんですね。最初にも言ったんですけど、胸腔共鳴の響きっていうのは声の太さのコントロールもできたりするので、その辺で声質のバランスを作り上げてんのかなって思います。もう一回聞いてみましょう。両手でも持てない。こんな感じかな。いや、めちゃくちゃかっこいいですね。次いきますよ。で、言葉一つ一つをめちゃくちゃはっきりと発音して歌ってますよね。なので、歌詞がすごく聞き取りやすい。で、歌詞がすごく聞き取りやすいっていうことは、曲のストーリーのイメージが湧きやすいってことなんですよね。我々聞き手にとって。いや、細かいところまでね、意識して歌ってるんじゃないかなっていうふうに思います。次いきますよ。すげえかっこいい声ですね、正門さん。正門さんの声はですね、胸の胸腔共鳴、ここが中心の歌声ですね。すごく男らしくてかっこいい歌声。で、ほんの少しだけ鼻にも響きを足して、全体的に優しい雰囲気を作ってる感じかな。もう一回聞いてみましょう。今気づいたんですけど、喉の奥をちょっと広げてるんですよね。みたいな、こういう感じの声。大人になって、みたいな。こういう雰囲気で声を作ってるんじゃないかなって思います。で、喉を広げるテクニックっていうのは、クラシックとか、オペラとか声楽って言われるジャンルの体の使い方なんですよね。ただその喉を広げるってやりすぎてしまうと、おーとかいう感じのニュアンスが出やすくなってしまうので、ほんのちょっとだけ入れるっていうのがポイントなんですけど、
正門さんそれ使ってますね。次いきますよ。いい男らしくてかっこいい歌声の正門さんから甘くてかっこいい佐野さんの歌声のチェンジ。このつながりやばいですね。もう一回聞いてみましょう。放つ言葉にルーツを感じたいんだ、僕がやるとこういう感じかな。本当に鼻の使い方がうまいですね、佐野さん。次いきますよ。いいですね。いや、リチャードさん、アクセントの付け方がめちゃくちゃかっこいいですね。最初の、あかんわ、こことかめちゃくちゃかっこよかったですよね。ここはですね、あと、かの間にちっちゃいつが入ってるんですよね。で、このちっちゃいつがですね、音楽上では休符になります。で、休符を入れた後の音っていうのはアクセント、強い音に変わるんですよね。で、この休符っていうのは音が鳴っていないポイントっていう意味合いだけではなくて、次の音のためになるんですよ。だから歌で言うと休符のところでこうパワーを貯めて次の言葉でそのパワーを解放するみたいな役割なんですけど、その辺注目してもう一回聞いてみましょう。最高ですね。めちゃくちゃかっこいい。次いきますよ。末澤さんさすがですよね。かなり高い音域だと思うんですけど余裕で歌ってますもんね。で、末澤さんもアクセントの付け方かなり強めに入れてます。そういうテーマなのかな、今回のあかんは。もう一回聞いてみましょう。終われないでしょうのところは、ここミックスボイスっていう声です。地声と裏声の中間の声ですね。で、その後に、みたいな感じでまたエッジボイスが入ってるっていうね。いやー、すごいですね。次いきますよ。いいですね。ここはワンフレーズずつ歌いつないでいくんですね。小島さん、正門さん、佐野さん。この順番ですね。やっぱりメンバー一人それぞれ個性が強いので、こういう風にワンフレーズずつ歌いつないでいくポイントが来ると、ものすごい聞き応えありますよね。超かっこいい。もう一回聞いてみましょう。いいね。次はね、もう画面見えちゃってますけど、リチャードさんなんですね。聞いていきましょう。あかんわのここのね、決めるポイントかっこよかったな。歌声とはね、ごめんなさい、関係ないんですけど。で、今のポイント、強い声質をチョイスしてリチャードさん歌ってますよね。ここで胸の響き、胸腔共鳴と口の響き、口腔共鳴。この響きの歌声にチェンジして歌ってます。前半は胸と鼻だったんですけど、今は鼻の響きを少なくして口に変えてるって感じかな。もう一回聞いてみましょう。そうですね。多分今のポイントが楽曲的に決めって言われるところなんですよね。バックの楽器隊のですね、リズムが整うポイントっていうか、ドラムがバットとバットとみたいな感じのリズムでやったら、ベースもギターもキーボードとかも全部パラッパパラッパみたいな感じで、そこのリズムに音を合わせていくっていうポイントなんですけど、バンド隊の見せ場みたいなとこですね。で、そういうポイントって音がすごく強くなるポイントなので、多分リチャードさんはね、そこに雰囲気を合わせるために強い声をチョイスして歌ったんじゃないかなっていうふうに推測します。次いきますよ。あかんわのところでまた声の響きを変えてるんですよね、末澤さん。あかんわっていうワードと感情的にちょっとこう呆れたようなニュアンスを表現したかったのかな。
で、どういう声に響きを変えたかっていうと、口の中の空間をいっぱい使った声なんですよね。あかんわみたいな。もう一回聞いてみましょう。周りと比べててもあかんわみたいな。ちょっとした変化なんですけど、この雰囲気の切り替わりがね、ものすごく素敵ですよね。次いきますよ。ここでラップが来るんですね。めちゃくちゃかっこいいじゃないですか。いや、正門さんラップもするんですね。で、この流れだと今小島さんが映ってるんですけど、小島さんもラップってことかな？いや、みんなオールマイティーですね。何でもできちゃう。で、正門さんのラップなんですけど、すごく子音のアタック感が強いですよね。こういった部分がラップのかっこよさになるんですよ。もう一回聞いてみましょう。かっこいいですね。もうザッザッっていう風なニュアンスがすごくラップに乗っていて、めちゃくちゃかっこいい。じゃあ小島さんの歌声も聞いていきましょう。おい！うわあ、いや素晴らしいですね。僕はラップとかはどちらかといったら苦手なので、歌も歌えて、ラップもできて、そして楽器もできるっていうね。で、ダンスも踊れるじゃないですか。もうできないことなんないんじゃないかなって思っちゃいますね。次いきますよ。おい！フェイクまでやっちゃうんですね。いやー、すごいなー。で、今気づいたんですけど、小島さん、ラップの時とメロディーを歌う時、若干声を変えてますね。ラップにはラップ用の歌声。で、メロディーを歌う時はメロディー用の歌声っていう風に分けて声を使ってると思うんですけど、ラップの時はですね、口の中の空間、口腔共鳴、こちらが中心なんですよね。ちょっとだけ鼻の鼻腔共鳴の音色も入ってるんですけど、で、メロディーを今歌ってる時は、高い音域っていうのもあったのかもしれないんですけど、鼻の鼻腔共鳴を中心で歌ってるんじゃないかなって思います。鼻って先ほどは声の音色のコントロールって言ったんですけど、高い声を出す時に鼻の中に声を入れるイメージで歌うと、高い声出しやすいんですよね。そういうのもあって鼻の音色を使ったんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、声のバリエーションも素晴らしいですね。次いきますよ。うわ、素晴らしすぎませんか、この声。いや、めちゃくちゃいい声ですね。で、この声はですね、口の奥から鼻にかけての空間をちょっと広げた歌声です。大人になってみたいな。僕がやるとね、こういう感じになるんですけど、この体の使い方をすることによって声にも広がりが出てきますし、高い声も楽に出せるようになります。もう一回聞いてみましょう。すごいいい声。いやー、ほんと素晴らしいですね。次いきますよ。うわ。すごくいいですね。やっぱり佐野さんのこのね、鼻を中心に使った甘い声最高ですよね。すごく耳に優しいっていう感じの歌声ですよね。もう一回聞いてみましょう。いいですね。で、今ね、ウインクしちゃってますね。佐野さんファンの方はね、キュンときたんじゃないですか？ここのポイント。次いきますよ。あかんわのここのポイントがめちゃくちゃかっこいいですよね。で、小島さんの男らしい歌声っていうのもあって、さらにかっこよさが際立ってるっていうかね。もう一回聞いてみましょう。最高ですね。いやー、もうテンションが上がってね、ちょっと汗ばんできちゃいましたよ。次いきますよ。すごい。
いいね。聞かせてみたいな、こんななんか車に構えたような歌い方、最後は素晴らしかったですね。で、一番びっくりしたのが、一番高い音あったじゃないですか。ララララララのここ。多分普通だったら、ここは音が高すぎるので、ミックスボイスっていう声で歌うと思うんですけど、正門さん、ここのポイント、地声で歌ってるんですよね。これがね、僕すごいなと思って、僕が地声でこの音域を出そうとすると、多分ね、張り叫ぶような感じになるし、辛そうな感じの声になると思うんですけど、いや、正門さんのあのポイントめちゃくちゃかっこよかったですよね。もう一回聞いてみましょう。きますよ。ほら。かっこいいな。こういうリズムがどっしりしてる感じの曲も A グループはかっこいいですね。もう何やってもかっこいいんじゃないかな。スローバラードとかも聴いてみたいですね。そういう風にね、思わせてくれます A グループは。次いきますよ。そうだね、ここは一人ずつ歌いつないでいくとこだ。で、今回はリチャードさん、佐野さん、小島さんっていう順番かな。もう一回聞いてみましょう。で、末澤さんがあかんわのところでコーラスで参加してるってことかな。ぜひね、コメントで教えてください。次いきますよ。で、一人ずつ歌いつないでいくポイントはめちゃくちゃこうね、前にガツガツいくような感じだったのに対して、今の末澤さんが歌ったところは、いい意味で少しだけこう気が抜けるみたいな優しい雰囲気が出てましたよね。こう歌声のアタック感が柔らかくなったというか。もう一回聞いてみましょう。いいな。このあかんわのここのフォールの仕方がね、すごく可愛いですよね。フォールってフレーズの最後の音を投げ捨てるようにこう、あーっていうテクニックなんですけど、ここがね、僕すごい好きですね。じゃあ次の歌い出しからいきますね。なるほどね。ここは落ちサビなんですね。で、落ちサビで全体的に静かになってるんですけど、佐野さんの歌声はですね、ものすごくこう強い歌声を使ってるんですよね。佐野さんの歌声でこうリズムの躍動感だったり迫力を全部表現しているようなそんな感じの歌い方かなって思います。もう一回聞いてみましょう。このわーの言い方もねすごく可愛いですよね。あかんわーみたいなわーのところだけもう一回こう言い直してるようなそんな感じの発音ですよね。ここ可愛いですね。次いきますよ。そっか、落ちサビだからといって優しく歌う感じじゃなくてもう歌声の力強さは継続してるんですね。これかっこいいですね。なんか僕の中でいい意味で予想を裏切られたかのようなそういったポイントです。もう一回聞いてみましょう。やっぱ小島さんの発音いいですよね。一言一言をしっかりと口を大きく開いて発音してるかのような歌声。いや、素晴らしいですね。次いきますよ。おい。いや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 。素晴らしいですね。いや、リチャードさんのリズム感半端ないですよね。音を出すところはしっかり出して、音を止めるところはしっかり止める。このメリハリがね、ものすごくはっきりしてるんですよ。これが歌のフレーズのかっこよさに直結してるなっていうふうに僕は思います。もう一回聞いてみましょう。で、この高いところもミックスボイスなんですけど、もう地声と遜色ないぐらい声が太いですよね。これも素晴らしいですよね。ミックスボイスって裏声の要素が入ってくるので、どうしても声って細くなりやすいんですけど、リチャードさんにはそれがないんですよ。いや、すごいです。次いきますよ。なるほどね。こういう風になってくんだ。こっからもう一回盛り上がったサビが来るかと思ったんですけども、なんかエンディングに向かう感じですよね。バックのサウンドがブレイクしたところで、正門さんの声だけになったじゃないですか。なんか次盛り上がるんじゃないかなっていう風に僕は思ったんですけど、そっか、寂しいですね。
じゃあ佐野さんの歌い出しから聞いていきましょう。バックで末澤さんですよね、このハイトーンは。ハイトーンでのロングトーンが入ってくるんですね。なるほどね。いやー、すごい声ですね、相変わらず。次いきますよ。やっぱり。やっぱり末澤さんのハイトーンは天下一品ですよね。で、その後のリチャードさんのこうね、ホッとする安定した男らしい歌声、最高ですね。もう一回聞いてみましょう。で、こう一瞬入ってる細かいフェイク、皆さん気づきましたか？ここのポイント。たまに立ち止まることも、ここですね。止まることもじゃなくて、止まることも、こうなってるんですよね、ゆっくりやると。ここがね、かっこいい。めっちゃ R&B って感じですね。次いきますよ。一人ずつこのフレーズ歌っていく感じ？今、末澤さんでしたよね。じゃあもうね、次いっちゃいますね。なるほどね。最後は全員で歌うんだ。いや、全員で歌ってのこの透き通ったような歌声すごいですね。もう一回聞いてみましょう。ほら。かっこいいですね。やっぱ全員で歌うところってリズムがずれたり音がずれたりしてもおかしくないんですけど、もう本当にね、綺麗に整った歌声だったなっていうふうに思います。あともう7秒ぐらいあるので最後まで見ていきますね。ここで終わりみたいですね。いやー、今回も素晴らしかったですね。以上、A グループアカン歌声分析はここで終了です。いやー、今回もリクエストありがとうございました。最高にかっこよかったですね。やっぱりこういうレコーディングビデオは細かく歌を聴くことができて素晴らしいですね。僕は実はこのレコーディングビデオっていうのが大好きで、いろんなグループのね、レコーディングビデオを楽しみにしていろいろ見てるわけですけれども、いやー、早速ね、A グループのレコーディングビデオが見れて最高でした。これからも A グループ全力で追っていきたいと思います。それでは今回の動画はここで終わりです。動画の内容気に入ってくださった方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではでは、ボイストレーナーのつるさんでした。